もベイベットチャンネルです。本日はボールビットを超えるビットはあるのか、新ビット3種の持久性能を100回戦で徹底検証してみた。お互いがスタミナ、ディフェンス系の耐久型カスタムであった場合、どちらの持久力が高いかが勝敗に大きく影響してくる。同じカスタム同士の場合であれば、シュートパワー、調整、個体差が重要になってくるが、ビットが違う場合はビットの持久力も影響してくる。耐久系のビットが増えてきたが、各ビットの持久力を把握できているブレーダーは少ないんじゃないだろうか。ということで今回は最も人気が高いボールビットに加え、ゴーレムロックに収録されているアンダーニードル、セルセウスダークで追加されたウェッジビット、リザードアークで追加されたローオーブの4つのカスタムの持久力について、それぞれ25戦ずつ合計100回戦で徹底検証していく。まずはボールビット。ウィザードロットにおいて最も使用率が高いカスタムだ。ボールビットは旋回運動をするため、中央で待ち構えるニードル系よりも相手のエクストリームダッシュをかわせる可能性が高く、逆走などのテクニックシュートも狙える初心者から上級者まで使いやすいビットとなっている。過去にも計測したことはあるが、比較測定の精度が高まるよう現状のこの個体で再測定していく。25戦やってみた結果、スピンフィニッシュ数は8回、最長スピンタイム 80.14 秒、平均スピンタイムは 70.29 秒という結果となった。次はアンダーニードル。現状のビットよりも 2mm 低い設計で、コバルトドラグーン E との送り合いでも有利を取れる数少ないビットの一つだ。先端はニードルと同じ角度で、シュートパワーや調整、個体差にもよるが、ドットボール対面でもスピン勝ちできることが多く、そこまで差はないのではと予想しているが、同じ条件で測定した場合、どれくらいの差があるのか検証していく。25戦やってみた結果、スピンフィニッシュ数6回、最長スピンタイム 72.22 秒、平均スピンタイムは 61.38 秒という結果となった。続いてはウェッジビット。接地面が小さく摩擦抵抗が低いニードル系は理論的にはスタミナが高いはずだが、傾きやすい特徴がある。傾きながらの回転はスタミナを余計に消費し、傾いた際にスタジアムに擦ってしまうというデメリットもある。しかし軸先が鈍角なほど傾きづらいという特徴があり、ウェッジビットはニードルよりも鈍角なハイニードルよりもさらに浅く、ニードル系の中ではトップレベルの傾きづらさだろう。さらに弾かれた時の不意なエクストリームダッシュも10枚ギアによってスタミナロスを抑える設計になっており、個人的にはかなり期待しているビットだ。25戦やってみた結果、スピンフィニッシュ数4回、最長スピンタイムは 70.04 秒、平均スピンタイムは 64.19 秒という結果となった。最後はローオーブ。通常のオーブビットより 1mm 低い設計のビットだ。オーブは楕円形状で、ボールビットよりも接地面が小さいことで摩擦抵抗によるスタミナロスを抑えることができる。しかしニードル系と同様に軸系の細いオーブビットは以前から傾きやすいと評価されていたことに加え、 1mm 低い設計のローオーブはスタジアムに擦りやすい可能性もある。しかし物理学的には低重心の方が傾きづらく回転力を維持しやすい特性があるため、実際の持久力にどう影響するのか注目だ。25戦やってみた結果、スピンフィニッシュ10回、ドローが1回、最長スピンタイム 89.26 秒、平均スピンタイムは 73.13 秒という結果となった。ということで、100戦やってみた結果、持久力ランキングは、1位ローオーブ 73.13 秒、2位ボールビット 70.29 秒、3位ウェッジビット 64.19 秒、4位アンダーニードル 61.38 秒という結果となった。
まず、アンダーニードルについては、ボールビットとの差はマイナス 8.51 秒、スピン勝率は 24% ということで、シュートパワー、調整精度、個体差が同等の場合、ボールビットに勝てる確率は低いことがわかる結果だった。しかし、コバルトドラグーンインに対して有利を取れるため、採用の価値は十分にあると考えている。もし採用する場合、高いシュートパワーと調整は必須で、可能な範囲で厳選もできるといいだろう。調整方法に関しては、過去の動画で紹介しているので、概要欄のリンクからぜひチェックしてくれ。次にウェッジビットについては、ボールビットとの差はマイナス 6.10 秒、スピン勝率は 17% ということで、こちらもボールビット相手には不利という結果だった。採用する場合は今回の結果を参考に、シュートパワー、調整はしっかりと仕上げていった方がいいだろう。スピンタイム的にはアンダーニードルよりも3秒近く長いため、スピン勝率に関しては誤差の範囲と言えるかもしれないが、2ミリ低いアンダーニードルの方が相手の体勢を下からの攻撃で崩すことで、スピンタイムは短いが勝率につながった可能性も十分にあると考えている。最後にローオブについては、ボールビットとの差はプラス 2.44 秒、スピン勝率は 40% ということで、唯一ボールビットに対し有利を取れるビットだということが判明した。最長スピンタイムはドローとなった試合の 89.26 秒で驚異の継戦能力を発揮した。純粋に持久力が高いというのが一番の要因だと考えているが、アンダーニードル同様低い位置からの攻撃によって相手の体勢を崩し、勝率につながった可能性も十分にあるだろう。4月からワンベイでウィザードロットが禁止となり、ウィザードロットのミラーマッチは以前より減ったと思うが、ミラーマッチ対策は重要な要素の一つだと思うので、ぜひカスタムの参考にしてみてくれ。この動画が少しでも参考になったら、高評価やコメントをしてくれると嬉しいぞ。では次の動画でまた会おう。アディオス。